注文の多い料理店。イギリスの兵隊の姿をした2人の若い紳士がピカピカ光る鉄砲を担ぎ、白熊のような犬を2匹連れて、だいぶ山奥の乾いた木の葉の上をこんなことを言いながら歩いていました。だいたいここらの山はけしからん。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早く淡々とやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに2、3発をお見舞いしたらずいぶん痛快だろうね。くるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうよ。それは山の奥深くでした。案内してきた専門の鉄砲撃ちもちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥です。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらく吠えて、それから泡を吹いて死んでしまうほどでした。実に僕は24万円の損失だ。と一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は28万円の損失だ。ともう一人が悔しそうに渋い顔をして言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くしてじっともう一人の紳士の顔を見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。僕もちょうど寒くなってきたし腹も空いてきたから戻ろうと思う。そいじゃあこれで切り上げよう。なに、帰りに昨日の宿屋で焼き鳥を買って帰ればいいさ。とんかつも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか一向に見当がつかなくなっていました。強い風が吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹がすいた。さっきから横っ腹が痛くてたまらない。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。ああ、同じだ。歩きたくないよ。何か食べたいな。まったくだ。早く何か食べたいな。二人の紳士はざわざわなるすすきの中でそんな話をしながら歩いていました。その時ふと後ろを見ますと、立派な西洋造りの店がありました。そして玄関には西洋料理店山猫軒という看板が出ていました。おい、レストランがあるぞ。ちょうどいい。中に入ろうじゃないか。こんなとこにあるものかね。あるんだからおかしいことはないだろう。まあ、とにかく何か食事ができるんだろう。もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガが組まれ、実に立派なものです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はいりません。二人はそこでひどく喜んで言いました。
こいつはどうだ。やっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、こんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだよ。どうもそうらしい。決してご遠慮はいりませんというのはそういう意味だろう。二人は戸をして中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこう書いてあります。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は黄色のペンキで塗られた扉がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人がその扉を開けようとしますと、上に黄色の字でこう書いてありました。当店は注文の多い料理店ですから、どうかその辺はご了承ください。なかなか流行ってるんだ。こんな山の中で。それはそうだ。東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう。二人は言いながらその扉を開けました。するとその裏側に、注文はずいぶん多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは一体どういう意味だ？一人の紳士は顔をしかめました。これはきっと注文があまり多くて支度に手間取るけれどもごめんくださいということだ。なるほど。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことにまた扉が一つありました。そしてその脇に鏡がかかっていて、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。扉には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください。と書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい店だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだろうな。そこで二人はきれいに髪を溶かし、靴の泥を落としました。そうしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして互いに寄り添うと、扉をガタンと開けて次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした。扉の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。
いや、よほど偉い人が始終来てるんだな。二人は鉄砲と弾の入っているベルトを外すと、それを台の上に置きました。また黒い扉がありました。どうか帽子と街灯と靴をお取りください。取るか。仕方ない、取ろう。先客はよっぽど偉い人なんだろう。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて扉の中に入りました。扉の内側にはネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてくださいと書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けておいてありました。鍵まで添えてあったのです。はは、何かの料理に電気を使うと見えるね。金属のものは危ない。ことに尖ったものは危ないということだろう。そうだろうな。してみると勘定は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。そうだ、きっとそうだ。二人は眼鏡を外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました。少し行きますとまた扉があって、その前にガラスの壺が一つありました。扉にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にしっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだ？これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになれるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側には「クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？」と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで、僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうも、どこまでも廊下じゃ仕方ないね。すると、すぐその前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には
金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだろう。二人は扉を開けて中に入りました。扉の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど。立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは向こうがこっちへ注文してるんじゃないか？これは西洋料理店というのは僕の考えるところでは西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやる店ということなんじゃないか？これはそのつまり僕らがガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。その僕らがうわー逃げガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、ところが戸はもうちょっとも動きませんでした。奥の方にはまだ一枚扉があって、大きな鍵穴が2つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあお中にお入りください。と書いてありました。おまけに鍵穴からはキョロキョロ2つの青い目玉がこっちを覗いています。うわあガタ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 。うわあガタ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 。二人は泣き出しました。すると戸の中ではこそこそこんなことを言っています。ダメだよ、もう気がついたよ。塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ。親分の書きようがまずいんだ。よくもあそこにいろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でしたなんて。間抜けたことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだ。けれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか。呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃいいらっしゃい。いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、菜っぱもよーく塩で揉んでおきました。あとはあなた方と菜っぱをうまく取り合わせて真っ白なお皿にのせるだけです。早くいらっしゃい。へい、いらっしゃいいらっしゃい。
それともサラダはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。二人はあんまりのことに顔がくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中ではふっふと笑ってまた叫んでいます。いらっしゃいいらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま。じき持ってまいります。さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけてナイフを持って舌なめずりしてお客様方を待っておられます。二人は泣いて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 泣きました。その時、後ろからいきなり「ワンワンワー!」という声がして、あの白熊のような犬が2匹、扉を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもは「うえー」とうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声「ワン!」と高く吠えて、いきなり次の扉に飛びつきました。戸はがたりと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その扉の向こうの真っ暗闇の中で「にゃーうわーゴロゴロゴロ」という声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふうとうなって戻ってきました。そして後ろからは「旦那旦那!」と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気づいて「おーいおーいここだぞ早く来い!」と叫びました。蓑帽子をかぶった専門の猟師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で焼き鳥だけを買って東京に帰りました。しかしさっきいっぺん紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰ってもお湯に入ってももう元の通りには治りませんでした。いかがでしたでしょうか。皆さんご存知の注文の多い料理店ですが、原文のままでは分かりづらい部分もあり、現代調に変えてお送りしました。読み直してみると面白いもので、序盤に死んでいたはずの白熊のような犬2匹が終盤では助けにやってくるあたり、どうなってるんだろうと思いました。皆さんはどう思われたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思われたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次のお話でお会いしましょう。